皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日は久しぶりに後ろのチンクを新車にするぞのコーナーです。どこを新車にするかというとこちら。これが表面が傷んでしまったルーフスポイラーです。多少の傷みならばそのクリア塗装をきれいに磨くだけで復活したりするんですけども、さらに傷みが激しい場合はクリア塗装をやり直してやる。そうすれば元に戻ると思うんですが、これはどうしてこんな状態になったかは分かりませんが、もうプツプツと塗装が剥がれています。こんなプツプツ剥がれる塗装って初めてです。今日の作業としては、まず余分なステッカーを剥がして、もう表面を磨いて塗装を落とします。でその後で表面を整えるためにパテ埋めをして、でそれから塗装という作業になります。ついでにこのステッカーも剥がします。どれだけ綺麗になるかっていうのを楽しみに最後までご覧いただければと思います。新車にするぞの始まりだよ。ステッカーをヒートガンで温めるとステッカーの糊が溶けて剥がしやすくなります。このステッカーは前のオーナーが付けたと思われる社外品のステッカーなので、何の躊躇もなく剥がすことができます。240番のサンドペーパーで削ります。電動ポリッシャーを使った荒削りが終わりました。電動だと削りすぎる恐れがあるので、ここからは手動で削ります。240番の荒研ぎが終わりました。今日結構寒いんですよ。手真っ赤に染めながら水で濡らしながらやってるんで非常に辛いです。時間もかかるんですけど、頑張ってこの後は600番で磨きます。今のね、荒磨きが終わったところだけ見といていただきます。まだらです。本当は全部きれいに落とす方がいいの分かってるんですけども、この上に600番で表面を少し整えていくような感じですねにしたいと思います。同じ作業なんで600番で磨くところは省略します。600番の鍵盤が終わったのでご覧いただきます。人によっては一部赤い塗料が残ってるように見えるかもしれませんが、気のせいです。嬉しいごさんは当初の予定ではパテ埋めをして、それで表面を平らにならす予定だったんですけども、表面結構凹凸もなく綺麗にできたのでサフプラを吹きたいと思います。スプレー缶を温めるために火を起こします。スプレー缶を温めると内圧が高くなってスプレーの粒子が細かくなり、きれいに塗装することができます。ただし直火は厳禁です。温かめのお湯で温めるようにしましょう。スプレーの前にシリコンオフで脱脂します。
プラサフをほぼほぼ1缶吹き終えましたけど、やっちゃいました。ご覧ください。ここがやっちゃった箇所です。プラサフが乾いてないのに指で触れてしまいました。次の作業はプラサフの表面をサンドペーパーで使ってきれいにならします。でその時に今やっちゃった箇所も修正しようと思います。旋盤を軽く押し当てて磨きます。プラサフの研磨と修正が終わりました。この辺に指の跡があったと思うんですが、なくなりました。少しムラがあるように見えますが、気のせいです。今から緊張の塗装を始めます。先に言い訳しておきます。今日風強いんで大変です。試し吹きをして突出量を調整します。ラッシュが終わったので塗装します。5回の重ね塗りが完了しました。おおむね綺麗に塗ることができましたが、ルーフの塗装と比べるとその差は一目瞭然です。スポイラーに映った電柱は滲んで見えます。このスポイラーを磨いてルーフのような塗装に仕上げます。600番で磨きます。昨日夕方まで頑張ってここまで磨きました。全体に磨けてるように見えると思いますが、まだプツプツが残ってたり全然磨けてないところもあります。今日も600番で磨きを続けます。600番の研磨が終了しました。次は800番で水研ぎします。800番の水研ぎが完了しました。水研ぎの仕上げは旋盤です。表面の水をエアガンで吹き飛ばします。旋盤の水研ぎが完了しました。この後脱脂を行っていよいよクリア塗装を吹きます。
シリコンオフで脱脂を行っているところです。エアガンの突出量を調整します。クリア塗装を開始します。クリア塗装が完成しました。大体はよくできてるんですけども、よく見ると垂れてるのが分かりますか？このラインで垂れてます。あとこの辺がサメ肌ですね。この辺もサメ肌になってます。でもっとひどいのは反対側、ここです。垂れてますね。でなんか塗装が波打ってます。この辺です。なので今からこのクリアを磨きます。で昨日風が強い中無理して塗装しました。っていうのが予報では今日も同じような風の強い日で、それで曇りの予報だったんですよ。ところがめちゃくちゃいい天気で風もないので、本来なら今日塗ればよかったなと思うんですけども、こればっかり仕方ないんで、風のない日に塗った方がもうちょっとマシに塗れたかなっていう気はするんですけど、ちょっと突出量が多かったですね。それで垂れてしまっています。では今から一生懸命修正したいと思います。最初に塗装の垂れたところを削り取ります。320番です。600番です。1000番です。1000番の研磨が終わりました。当初の予定ではこの垂れているところ、左右のをそこを中心に研磨するだけだったのですが、いざ研磨してみると気になる箇所がどんどん増えてきたので、最終的にはもう全体を研磨しました。次はバフレックスの3000番で磨きます。3000番の研磨が終わりました。最後にポリッシャーを使ってコンパウンドで磨きます。リアスポイラーの塗装が完了しました。この辺にあった垂れも解消できました。この波打っていた塗装も平らになりました。反対側もほぼ解消できています。ただよーく見るとうっすらとこう垂れの跡が残ってますが、許容範囲です。景色も綺麗に映ってます。ラインが結構はっきりと映るようになりました。プロ並みとはいきませんが、満足のいく仕上がりにはなりました。この後他のところもどんどん綺麗にしていきたいと思います。
ぜひチャンネル登録をしてこの続きをご覧ください。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。